1959年の夏、朝鮮半島の戦火がようやく静まりかけた頃、一人の青年が愛する人の名前を胸に刻んだまま、時代の流れに飲み込まれていった。それから67年が過ぎた2026年の春、韓国ソウルの小さな葬儀場で、一人の青年が泣いていた。祖父を亡くしたばかりの孫だった。涙を拭いながら、彼は祖父の古い保管箱を整理し始めた。長年誰も開けることのなかった木製の小さな箱だった。その底に一通の封筒があった。宛名は知らない女性の名前、差出人は祖父の名前、消印の日付は3年前だった。封はまだ丁寧に閉じられたままだった。つまり祖父が生涯をかけて書き続けたその手紙は一度も届かなかったのだ。孫は震える手でその手紙を開いた。便箋には几帳面な文字でびっしりと言葉が綴られていた。愛の言葉ではなかった。謝罪の言葉でも恨みの言葉でもなかった。ただあの夏の記憶が丁寧に書き記されていた。あの日君の手を離してしまった。ずっとそれだけを悔やんでいたと祖父は逝去の3日前、意識が朦朧とする中である女性の名前を静かにつぶやいたという。家族の誰も聞いたことのない名前だった。しかしその声を耳にした孫だけがこの手紙を見つけ、その名前の意味をようやく知ることになった。67年間祖父が一人で抱え続けた初恋の重さを、この手紙はなぜ届かなかったのか。そしてあの夏に引き裂かれた2人の間には一体何があったのか。次は祖父という人間そのものの物語をお伝えする。彼の名はキム・ジョンギュ。1935年、朝鮮半島の小さな港町に生まれた。幼い頃から口数は少なかったが、心の芯だけは人一倍まっすぐだった。父は漁師で、母は畑を耕しながら3人の子を育てた。裕福ではなかった。しかし笑い声だけは絶えない家だった。彼が青年になる頃、時代は激しく揺れていた。1950年代の朝鮮半島は戦争の傷がまだ癒えぬまま、人々の暮らしを押し流していた。家族が離れ離れになることも珍しくなかった時代。約束が翌朝には意味を失う時代だった。そんな時代の中でジョンギュは一つの選択を迫られた。故郷を離れ南の都市で働くか、それとも土地に残り家族を支えるか。彼は残ることを選んだ。それは弱さではなかった。それは彼なりの誠実さだった。しかしその選択が後の人生を全て変えることになる。若き日のジョンギュは多くを語らなかった。胸の奥に何かを抱えているようで、しかしそれを誰にも見せなかった。孫たちの目にはいつも静かで優しいおじいちゃんとして映っていた。怒ることもなく自慢話をすることもなく、ただそこにいた。縁側で茶を飲み遠くを眺め、時折一人微笑んだ。今思えばあの視線はどこを向いていたのだろう。彼の人生には家族に語られなかった明があった。誰にも打ち明けなかった一つの夏の記憶が。次はその夏へと戻る。ジョンギュが初めて彼女と出会った日の話を。1959年の夏はやけにセミの声が大きかった。ジョンギュは19歳だった。戦争が終わってまだ数年しか経っていない頃のことだ。街はまだ焼け跡の匂いが残っていて、人々の表情にはどこか疲れがにじんでいた。彼はその日、川沿いの市場へ使いを頼まれていた。いつもなら早足で済ませて帰るただの用事のはずだった。でもその日は違った。露店の並ぶ細い路地で彼女がいた。薄い水色の布をまとって積まれた野菜の脇に立っていた。風が吹いて彼女の髪が少し乱れた。彼女はそれを手で直しながらふと顔を上げた。目があった。ジョンギュは足が止まった。声も出なかった。ただ胸の中で何かがひっくり返るような感覚があった。彼女の名はヨンスンと言った。隣の村から市場の手伝いに来ていた年下の娘だった。2人は最初ほとんど言葉を交わさなかった。でも翌日もまた翌日もジョンギュは理由をつけて市場へ足を運んだ。ある日急な夕立が来た。屋根のない露店で荷物が雨に濡れそうになった。ジョンギュはとっさに自分の上着を広げて荷物の上にかぶせた。自分はずぶ濡れになった。
ヨンスンはしばらく黙っていた。それから小さく笑った。その笑顔をジョンギュは生涯忘れることができなかった。夏の終わりまで2人は毎日のように言葉を交わした。たわいのない話ばかりだった。それでもその時間は彼にとって特別なものだった。初めて誰かのために生きたいと思った。でも戦後の世界は若い2人に優しくなかった。季節が変わり始めた頃、2人の間に最初の影が差し込んできた。2人の間に最初の影が差し込んできた。それはある秋の朝のことだった。ヨンスンの父親が突然の辞令を受けた。一家は遠くの町へ移ることになったのだという。ヨンスンはその話をジョンギュに打ち明けるまでに3日かかった。言葉にしてしまえば現実になる気がしたから、ジョンギュは何も言えなかった。ただ川沿いの道をいつもより長く歩いた。2人とも足を止めることが怖かった。それでも残された時間を2人は丁寧に生きた。ヨンスンが笑うとジョンギュは少しだけ呼吸ができた。ジョンギュが黙っているとヨンスンはその隣に静かに座っていた。言葉がなくても通じるものがあった。それがジョンギュには初めての感覚だった。戦争で父を失い家族の笑顔を忘れかけていた少年が初めて誰かに寄りかかることを覚えた。ヨンスンもまた同じだったのかもしれない。戦後の混乱の中で自分の気持ちを話せる相手などどこにもいなかった。それなのにこの不器用な少年の前だけでは素直になれた。2人は互いにとって唯一の避難場所だった。出発の前日、2人は丘の上に並んで座った。夕暮れが街をゆっくりと染めていった。ヨンスンが言った。忘れないで。ジョンギュは答えられなかった。喉が震えていたから。でもその言葉は67年間一度も色あせることがなかった。別れた後もジョンギュの心の中にはあの丘の夕暮れがあった。そしてその暖かさだけが長い孤独の夜を支えていた。それが彼にとってのただ一つの幸福だったのかもしれない。それは生まれて初めて感じた本物の春だった。ジョンギュは毎日丘への道を歩いた。足元の草が風に揺れるたびに胸が高鳴った。ヨンスンが待っているだけで、それだけで一日が輝いて見えた。2人は多くを語らなかった。ただ隣に座っていた。夕暮れの光の中で肩が触れるか触れないかの距離で静かに同時空を見ていた。それでも言葉よりも深いものが確かにそこにあった。ヨンスンの笑い声はどこか遠慮がちだった。声を立てて笑うのを少し恥ずかしがっていた。でも答えきれなくなった時、彼女は顔を袖で隠しながら小さく肩を震わせた。ジョンギュはその仕草が好きだった。誰にも言えないくらい好きだった。時間は幸せな時ほど早く流れる。2人が丘で過ごせた季節はたった一度の夏だけだった。その夏の終わり、空気が変わった。遠くから聞こえてくる大人たちの声が日ごとに重くなっていった。町の男たちが少しずつ姿を消していった。笑いの消えた食卓が増えていった。ジョンギュにもその波は静かにしかし確実に近づいていた。ある朝、父が呼んだ。その目を見ただけで全てが分かった。言葉よりも先に胸の奥が冷えていった。幸福というものは予告なく終わる。それがどれほど純粋なものであっても時代は待ってくれなかった。あの丘の夕暮れは2人にとって最後の平和だった。それをその時の2人はまだ知らなかった。だが失ってからこそ人はそのぬくもりの重さを知る。ジョンギュにとってあの夏は生涯を支え続けるただ一つの光になった。それでもジョンギュは生き続けた。戦争が終わり、街は少しずつ形を取り戻していった。だが彼の内側にあった何かは元には戻らなかった。ウニヨンの声も笑顔もあの丘の夕暮れも全部が遠い夢のかけらのようにただ胸の奥に沈んでいた。何度か全てを手放そうと思った。探すことをやめようと思った。待つことをやめようと思った。彼女のことをもう思い出さないようにしようと心に誓いかけた夜が幾度もあった。そんな時、隣にいたのは幼馴染の友人だった。彼は多くを語らなかった。ただ黙ってそばにいた。飯を持ってきた。
酒を注いだ。泣きたい時は泣かせて、怒りたい時は怒らせた。何も解決しなかったけれど、それでも朝が来るたびに、ジョンギュはまだここにいた。お前が覚えている限り、あの人は消えない。友人はある夜、ぽつりとそう言った。それだけだった。それだけで十分だった。ジョンギュはその言葉を何十年も胸の中にしまって生きた。記憶を守ることが彼にできる唯一の誠実さだと信じるようにした。人は誰かに支えられて初めて前を向ける。支えとは答えではない。解決でもない。ただ隣にいるという事実だ。その温かさだけが人を崩れる寸前でかろうじてつなぎ止める。ジョンギュは立ち上がった。倒れそうになるたびにあの夏を思い出した。そしてまた歩いた。歳月は残酷に積み重なっていったが、彼の中である変化が静かに始まろうとしていた。歳月というものは人を変える。それは嵐のように劇的な変化ではない。雨粒が岩を削るように静かに少しずつ。確かにジョンギュの変化もそうだった。あの手紙を見つけた夜から何かが変わり始めた。いや、正確にはずっと前から変わりたかったのかもしれない。ただきっかけがなかっただけで、人は喪失によって変わることがある。大切なものを失った時、初めてその重さに気づく。祖父が一生抱えていたものの重さを彼は今自分の胸で感じていた。67年、その歳月の間、祖父は何を諦め、何を抱きしめ続けたのか。口にしなかった言葉がどれほどあったのか。ジョンギュは思った。自分は誰かに正直だったかと。大切な言葉をいつか言えばいいと先送りにしていなかったかと。その問いが彼の中で芽を出した。翌朝、彼は電話をかけた。長い間疎遠になっていた人の番号を押した。呼び出し音が鳴るたびに心臓が鳴った。つながった瞬間、声が震えた。会いたかった。ずっとそう思っていた。たったそれだけの言葉だった。しかしそれだけで十分だった。言葉は遅すぎることもある。祖父のように。でも今日この瞬間だけはまだ遅くなかった。その選択が今の自分を作った。後悔よりも一歩踏み出すことを選んだ。あの蝶が、そしてジョンギュはまだ知らなかった。あの手紙の差出人が今もどこかで生きているということを、そしてその人もまたずっと待ち続けていたということを。祖父の部屋に静寂が戻った。ジョンギュは手紙を胸に抱えたまましばらく動けなかった。指先が震えていた。涙が出るわけでも声が出るわけでもなかった。ただ胸の奥がじわりと熱くなっていた。差出人の名前がそこにあった。インスン。祖父が最後の3日間何度も呼び続けた名前。消えかけた声で、それでも確かに呼び続けた。その名前。手紙の日付は3年前だった。封筒の消印はかすれていた。しかし文字は鮮明だった。あなたのことを忘れたことは一日もありませんでした。たった一行だった。しかしその一行に67年分の時間が静かに詰まっていた。祖父はこの手紙を知らなかった。郵便局の倉庫の奥で眠り続けていたその封筒を受け取ることなく行ってしまった。しかしジョンギュは今気づいた。祖父が最後に呼んだその名前は呼びかけではなかったのかもしれない。それは答えだったのかもしれない。67年間胸の中だけで生き続けた愛への静かな返事。会えなくてよかった。忘れてくれていてよかった。それでもあなたのことだけは消えなかった。祖父が言葉にしなかった全てがこの一枚の手紙の中に重なって見えた。ジョンギュは窓の外を見た。春の光が白く柔らかく部屋に差し込んでいた。差出人はまだ生きている。そして今もどこかで待ち続けている。祖父にはもう届かない。でもこの手紙は確かに今ここにある。それは終わりではなかった。むしろ始まりだった。それからジョンギュの日常は少しずつ変わっていった。変わったのは何か大きな出来事があったからではない。むしろ静かにけれど確かに変わっていった。朝目が覚めるたびに
あの手紙のことを思い出す。67年間誰にも読まれなかった言葉たち。郵便局の倉庫の奥底でずっと眠り続けていたあの封筒。祖父にはついに届かなかった。でもジョンギュには届いた。それが何を意味するのかすぐにはわからなかった。ただ毎朝コーヒーを入れながら窓の外の空を眺める時間が以前より長くなった。急いで一日を始めることが少し減った。祖父はあの人のことを一度も口に出さなかった。家族の誰にも話さなかった。それでも死の3日前にその名前をつぶやいた。67年分の沈黙が最後の最後に声になった。人はそうやって生きるのかもしれない。言えないことを胸の中に抱えたまま、それでも前に進んで、笑って泣いてまた前に進んで。ジョンギュは自分にも言えないでいることがあると気づいた。会いたい人がいた。謝りたい言葉があった。伝えたいのに伝えられないまま日々が過ぎていた。祖父は時間があると思っていたのだろうか、それとも分かっていながらできなかったのだろうか。どちらにしてももう答えは出ない。ジョンギュはその日の夕方一本の電話をかけた。長い間繋がっていなかった番号に呼び出し音が鳴るたびに心臓が跳ねた。相手が出た時最初に出てきた言葉はうまくなかった。それでもよかった。声が届いた。それだけで十分だった。あの手紙が教えてくれたのは悲しい過去ではなかった。届けるなら今だということだった。あなたの周りにもいるかもしれない。伝えたい言葉を胸の奥にしまったまま何十年も生きてきた人が、あの祖父は悪い人ではなかった。弱い人でもなかった。ただ時間はまだあると思っていた。明日があると思っていた。でも時間は待ってくれない。手紙は届かなかった。ジョンギュが電話をかけたあの夜、彼は何かを取り戻したのではない。何かを始めたのだと思う。67年分の沈黙をたった一本の電話が動かした。あなたには今夜声を届けたい人がいるだろうか。もし思い浮かぶ顔があるならそれはきっと偶然ではない。手紙は3年前に出された。でも読まれたのは今日だった。届けるべき言葉には必ず届くべき瞬間がある。その瞬間が今かもしれない。今日もご視聴ありがとうございました。